にちは。このチャンネルでは日本語を学んでいる皆さんに日本の文化やトレンド、そして私が日々感じたことをわかりやすい日本語でお届けしています。早速ですが、今回のテーマは日本人がよく使うスラングです。皆さんは日本語を勉強しているとき、この言葉、教科書には載ってないのに SNS やアニメではよく聞くな、なんて思ったことはありませんか？実は日本人が日常会話でよく使う言葉にはカジュアルなスラングや若者の間で流行っている表現がたくさんあります。例えば、やばいとか、ガチでとか、草なんて言葉はもしかしたら耳にしたこともあるかもしれません。こういう言葉は日本語の授業ではあまり教えてもらえませんが、SNS やアニメ、YouTube、日常の会話ではとてもよく使われます。なので、特に日本のアニメやドラマが好きな人、アイドルや YouTuber のトークをもっと理解したい人、SNS で日本語の投稿を読んでいる人、日本人の友達とのチャットや会話でもっと自然な言葉で会話を楽しみたい人、こんな方には今回の内容はとてもおすすめです。もちろんスラングはすべての場面で使っていいわけではありませんが、使い方を知っていれば日本語の理解がもっと深まりますよ。今回は日本語のスラングを10個紹介します。ぜひ最後まで聞いてどのくらい知っていたかコメントで教えてくださいね。それでは早速説明していきますね。一つ目のスラングはやばいです。やばいはとてもよく使われるスラングなので、皆さんの中でも聞いたことがある人が多いかもしれません。やばいにはたくさんの意味があって、いろいろな場面で使えます。その一つが危ないのようなネガティブな意味です。例えば、このままだと試験に落ちる、やばいという感じで使えます。他には、すごいのようなポジティブな意味です。例えば、このケーキやばいという感じで、とても美味しいという意味で使えます。さらに、かっこいい、かわいいという意味にもなります。例えば、このアイドルやばい、めっちゃ好きという感じです。日本語では一つの言葉でいろいろな気持ちを表すことがあります。やばいはその代表です。一つ注意点として、やばいは友達との会話ではよく使いますが、ビジネスの場や目上の人に対しては使わない方がいいです。例えば、先生や上司に、このプレゼンやばいですねと言うと、何がやばいのかわからず誤解されることがあります。また、やばいはもともと悪い、危険という意味なので、あまりにも何でもやばいと言うと、語彙力がないと思われることもあるので、使いすぎにも注意です。二つ目は、ガチでです。ガチでは、本当に、マジでという意味で使われるスラングです。とても強い気持ちを表すときに使います。例えば、ラーメンを食べて、このラーメンガチでうまいと言うと、本当に美味しいという気持ちを伝えられます。他にも、昨日のライブガチで感動しただったり、ガチで忘れてたごめんというような使い方ができます。ガチではとてもカジュアルな言い方なので、友達との会話ではよく使われますが、フォーマルな場所では使わないようにしましょう。例えば、会社の会議や学校の先生との会話では、本当にや実はなどを使った方が丁寧です。三つ目は、〇〇しか勝たんです。〇〇しか勝たんは、〇〇が一番好き、〇〇が最高という意味です。もともとはアイドルファンなどの言葉から広まりました。例えば、ジブリが好きな人は、やっぱりジブリしか勝たんと言ったり、お寿司が好きな人は、寿司しか勝たんと言ったりします。この言葉は若い人の間で SNS や会話でよく使われます。かなりカジュアルな言い方なので、目上の人には使わないように注意しましょう。また、何かと比べてこれが一番という気持ちが強く出るので、軽いノリで使うのがポイントです。四つ目は、界隈です。界隈は、あるグループやジャンルに関わる人たちや場所のことです。
例えば、アイドル界隈やアニメ界隈など、同じ趣味を持つ人たちの世界のようなものです。例えば、最近、韓国アイドル界隈が熱いよね。この声優さん、アニメ界隈で人気だよね。といった感じで使います。SNS ではよく使われますが、日常会話ではややマニアックな言い方に聞こえることもあります。話し相手が知らない場合は、アイドルが好きな人たちの間では、など別の言い方をした方が伝わりやすいです。5つ目はエモいです。エモいは英語のエモーショナルから来ている言葉です。感動する、懐かしい、心が動くなど、はっきり説明しにくいけど、心にグッとくる気持ちを表す言葉です。例えば、この写真めっちゃエモい。この曲、久しぶりに聴いたらエモくて涙が出た。夕焼けの景色エモかったね。というように使います。エモいは気持ちの表現として便利ですが、使いすぎると何でもエモいって言うなぁと思われるかもしれません。具体的に何が良かったのかも一緒に言うと相手に伝わりやすくなります。6つ目はバズるです。バズるは SNS やネットで話題になって一気にたくさんの人に見られたりシェアされたりすることです。英語のバズ、話題になるという言葉から来ています。例えば、この動画バズってるね。昨日アップした投稿すごいバズったといった使い方をします。バズるは SNS やインターネットの中で主に使われるカジュアルな言葉です。日常会話でバズったというと、ネットに詳しい人には伝わりますが、SNS をあまり使わない人には通じないかもしれません。7つ目は草です。草は笑うという意味で使います。もともとは笑いの略であるダブルから来ていて、これがたくさん並んでいる時の様子が草が生えているように見えることから草と呼ばれるようになりました。使い方はいくつかあります。例えば、この動画草だったら、笑える、面白いという意味になります。草生えるだと、思わず笑ってしまうという意味になります。また、大草原というように使ったりもします。これは草をさらに強調した言葉で、めちゃくちゃ笑った、爆笑したという意味で使われます。ネットスラングなので、SNS やチャットで使うのが中心です。会話では面白いや受けるなどの言葉の方が自然に伝わる場合も多い気がします。8つ目はワンチャンです。ワンチャンはもしかしたらチャンスがあるかもという意味です。チャンスは少ないけど可能性がゼロではない時に使います。ワンチャンスという英語が元になっています。例えば、ワンチャン合格あるかも。雨降ってるけどワンチャン止むかもという使い方をします。ワンチャンはカジュアルなスラングなので、友達との会話や SNS ではよく使われますが、先生や上司など目上の人には使わない方がいいです。また、人によっては軽い言い方と感じることもあるので、大事な話や真面目な場面では使わないようにしましょう。特にビジネスの会話では、もしかしたらや可能性があると思いますと言い換えた方が自然です。9つ目は推しです。推しは自分が一番好きで応援しているアイドルやキャラクター、俳優などのことを指します。例えば、私の推しはこのアイドルグループ。今日推しがテレビに出るのが楽しみ。推しが尊すぎて泣いたといった使い方をします。また、関連した言葉に推し活というものもあります。これは推しのライブに参加したり、グッズを購入したり、SNS で応援したりといった活動を指します。10個目は沼るです。沼るは何かに夢中になって抜け出せない。好きになりすぎてどんどん深くハマってしまうという意味です。好きすぎて抜けられないという気持ちを表します。特にアイドル、アニメ、ゲームなどにハマった時によく使います。
例えば、最近このキャラに沼ってると言ったり、このドラマ沼すぎて寝れない。推しに沼ってグッズ買いすぎたという使い方をします。沼はもともと抜け出せない場所という意味なので、そこから深くハマっている気持ちを表します。沼るはよく使われますが、少しネガティブなイメージを持つ人もいます。例えば、抜けられないイコール依存していると思われることがあるからです。でも最近はいい意味で夢中になっているというポジティブな使い方が増えています。ここまでいろいろなスラングを紹介してきましたが、最後に大切なポイントをいくつか紹介しますね。まず一つ目のポイントは、スラングは友達同士で使う言葉だということです。スラングはカジュアルで親しみやすい言葉なので、仲のいい友達や同じくらいの年齢の人と話すときにはよく使われます。でも、先生、上司、年上の人など、目上の人に使うのは NG です。例えば、やばいですとか、ガチで〇〇ですねと言ってしまうと、この人ちょっと失礼だな、礼儀を知らない人だなと思われるかもしれません。相手との関係や場面をよく考えて使い分けることが大切です。次に、スラングは日本の SNS 文化やアニメ、アイドル文化ととても関係があります。推しや界隈のような言葉は、アイドルファンやアニメファンが SNS でよく使っていた言葉が、そこから広がって一般の人にも使われるようになったものです。また、バズるや草などの言葉も Twitter、X や TikTok、Instagram などのネットの中で人気になった言葉です。こういったスラングはインターネットで日本語を学んでいる人や日本のコンテンツが好きな人にとってとても身近な表現かもしれませんね。そして最後のポイントは、スラングの流行はとても早いということです。今流行っている言葉も半年後にはもう古いよ、それ今はあまり使わないかもと言われてしまうことがあります。例えば超ベリーバッドを略したチョベリバや空気が読めないという意味である KY などは昔はよく使われていたスラングですが、今の若い人には通じないこともあります。スラングを学ぶときは、今どんな言葉が人気なのかを知るのも大事ですし、使うタイミングや相手に気をつけることもとても大切です。でも、スラングを知ることで、日本人のリアルな会話や SNS でのやりとりがぐっと理解しやすくなります。そして言葉の裏にある文化や価値観も少しずつ見えてくると思います。今回は日本の若者がよく使うスラングや SNS でよく見る言葉を紹介しましたが、いかがでしたか？どの言葉も教科書にはあまり出てこないけれど、日常の会話やネットの中ではとてもよく使われています。スラングを知ると日本語の会話がもっと楽しくなります。例えば、アニメやドラマ、アイドルのインタビュー、YouTube のコメントなどももっとよくわかるようになります。また、日本人の友達と話すときにも、自然な日本語だねと言ってもらえるかもしれません。なので、皆さんもぜひ機会があったら使ってみてくださいね。でも、一つ大事なことがあります。それは TPO に気をつけることです。TPO とは、タイム、時間、プレイス、場所、オケージョン、場面のことです。スラングはカジュアルな言葉なので、使うときはいつどこで誰と話しているかをよく考えましょう。例えば先生や上司の前で、この企画ガチでやばいっすねなんて言ったら、先生たちはびっくりしてしまうかもしれません。でも仲のいい友達となら、やばい、バズってるねなど楽しく使うことができます。スラングは友達との距離を近くする言葉でもあります。上手に使えばもっと仲良くなれるチャンスになるかもしれませんね。最後に、皆さんの国にも若者の間でよく使われるスラングはありますか？これは日本語にはないかも
という面白い言葉や意味が似てるという言葉があったら、ぜひコメントで教えてくださいね。もしこのエピソードを楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。感想やリクエストがあればコメントで教えてくれるととても嬉しいです。これからも日本の文化や楽しい話題をたくさんお届けしていきたいと思っているので、次回のエピソードもどうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。